こんにちは、大輔です。本日は視聴者さんからいただくコメントの中で役立つもの3選ということで、留学ビザ、ワーキングホリデービザ、そして最後にはトラベルバブルの最新情報について報告いたします。ラインナップはこちらになります。①留学ビザの新規発給。②ワーキングホリデービザの新規発給。③日本周辺で進むアジアのトラベルバブル。ということで参ります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けして参ります。コロナ明けの海外行き待ち望む方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。①留学ビザの新規発給についてですけども、2月にですね、中国全土のレベルがね、危険レベル上がりまして、3月には韓国、ヨーロッパが、そして4月以降で全世界に広がってですね、主要国含めてほとんどの国に渡航ができなくなってしまいました。まさにですね、4月に入学を予定されていた多くの皆さんを直撃したはずでして、そしてね、秋の入学をさらに予定されていた皆さんについても、9月あたりからの留学開始ですよね。これについても大半の方が渡航を諦めざるを得なかった状況だったんだと思います。最近ですね、多くのコメントをいただく中でも海外の学生さん、特に台湾ですとか中国とかね、あと韓国が多い印象ですけども、日本への留学を予定していてなかなか入れないでいるというお話を耳にします。10月にですね、全世界から観光以外の渡航においては入国緩和がなされているということなんですけどね、こちらの動画で解説をさせてもらっていますけども、新しく始まったこの緩和スキームで本当に留学生として日本に入国するためのビザの発給を受けられるのかどうかについてですね、ある視聴者さんが実際に大使館に問い合わせをされたとのことです。そちらを皆さんに共有したいと思います。情報提供をいただいたのはメロンレモンさんになります。彼女からはですね、2回にわたってコメントをいただきました。1回目のコメントがね、だいぶ前だったんですけども、こちらになります。韓国に住んでいる彼がいますが、日本に入国できずにいます。語学学校に通う予定で、今までビザの発行等は行っていません。10月1日から全国からの中長期渡航者の入国緩和とニュースが入り、彼がやっと来れると思ったのですが、10月8日に韓国のビジネス渡航者のみ入国緩和というニュースが入りました。そうなると10月1日発表の入国緩和は韓国は該当外なのでしょうか？ということでしたね。これに対してですね、僕の方から在留資格の種類によっては優先度がね、違うんじゃないかという、そういう可能性があるんじゃないかということで、留学ビザが対象になるのかどうかは、韓国にある日本大使館に聞かれた方がいいんじゃないかということでね、アドバイスをさせてもらいました。そして最近いただいたコメント2通目の方がこちらになります。大使館から返信が来ました。なんと私が送るアドレスを間違っていたようです。1日で返信来ましたということで、確かにですね、このコメントをいただくまでね、2通目いただくまで1ヶ月ぐらいかかっていたので、相当待たれていたんだと思います。大変でしたね。大使館もそうなんですけど、政府機関の連絡先っていうのはいろいろね、細かく分かれてることが多いですよね。こんがらがっちゃいます。宛先はね、気をつけないといけないなと思いましたね。そしてこう続きます。メロンレモンさんから大使館に対する質問ということで、在留資格認定証明書とは語学学校などで発行をしていただけるものになりますか？もしそうなのであれば、今から語学学校に入学する準備をして在留資格認定証明書を発行していただけたら、中長期滞在ビザの新規発行手続きが行えるという認識で間違いないでしょうか？そして大使館からの回答がこうでした。語学学校でも在留資格認定証明書の申請ができます。在留資格認定証明書があれば新規ビザを発給しております。ということで、明確にですね、ビザ発給ができるという回答を引き出せたようですね。よかったです。そしてもう一つね、こんな質問をされていました。私がニュースを拝見した感じですと、渡航制限がかかる前にすでにビザ申請をして、ビザを持っていたけど入国できなかった人たちの入国が可能になったかと思っていましたということに対してですね、こんな回答が大使館からあったようです。渡航制限がかかる前にすでにビザ申請をしてビザを持っていた方についても、すでに発行しているビザは効力を失っているので、再度申請をして新しいビザを発行していますということのようです。
留学に関してはですね、国費かそうでないかに関わらず、新規ビザの発行もしてるようだというのが、これによってね、確認ができました。メロンレモンさんからいただいたケースはですね、韓国籍の方が韓国から日本に留学をする場合のケースだと思うんですけど、各国にある日本大使館はね、いずれも外務省が管轄している外務省配下の組織ですし、全世界に対して渡航制限緩和を実施する旨ですね、日本政府が声明を出していますので、おそらく韓国以外の国についても同様の措置が取られてるんじゃないかなと思うわけです。いろんなニュースがあるわけですけども、実際の問い合わせ結果としても留学生の方がね、新規にビザが発給できるということでしたので、こういった情報は頼もしいですよね。メロンレモンさん、貴重な情報をいただきましてありがとうございました。今回は海外から日本に留学をする方向けの情報だったんですけど、逆にですね、海外に留学中で日本に戻るタイミングを迷っている方っていうのも多い印象なんですよ。つい最近もね、マルタにいらっしゃる方と、あとニュージーランドに留学をされている方とね、それぞれコメントいただいたのが記憶に新しいんですけども、留学関連で苦労されてる皆さんね、結構いらっしゃると思うので、お気づきのことがあったら、またね、コメントをいただけると嬉しいなと思います。そしてですね、留学ときましたらですよ、次に多い問い合わせがワーホリですよね。皆さん。ということで、丸に参りましょう。ワーキングホリデービザの新規発給についてのお話をしてまいります。三木優子さんより情報提供をいただきました。こちらです。11月9日月曜日から日韓ワーキングホリデービザの申請受付を開始するみたいです。ずっとビザ申請停止だったのでびっくりです。在大韓民国日本大使館からの情報です。やはり日韓少しずつ前進していますね。ということでした。ワーホリに特化している申請受付なんてしてるのねと思いまして、早速ね、僕ググってみたんですよ。そしたらね、韓国にある日本大使館が早速ヒットしまして、こういうことになってるようです。日韓ワーキングホリデービザの申請受付を開始というね、まだ出たばかりのお知らせがありました。韓国籍の方が日本でワーホリする場合のケースが対象ということで、申請受付期間は11月9日月曜日から当面の間というふうにありました。一応ですね、注釈の方に2020年末頃までは受付を継続する予定とありましたので、この条件での受付っていうのはね、ひとまずは2ヶ月弱程度になるのかもしれません。韓国の日本大使館というのはね、直接の申請書の受け取りはしていないみたいなので、いくつかの代理機関に提出する形のようなんですね。必要書類の中に誓約書なるものがありまして、こちらですね、日本入国に伴う貿易措置を遵守しますよっていうものなんですけどね。で、これね、重要なのが、この誓約書には受け入れ組織のサインが必要となっているという点、特に注意が必要なんですよ。要するにですね、ワーキングホリデーを受け入れる企業でしたり、学校などのですね、法人の後ろ盾が必要ということになっているようです。個人単位でのね、ワーキングホリデーをするっていう場合は対象になりそうにないので、ここはね、自由度が低そうだなと感じましたね。こんな感じだったわけなんですけど、公式に大使館からの情報が出ている点を踏まえますと、少しずつね、ワーホリの扉も開いていくということなのかもしれません。あとはですね、日本人が外国にワーホリだとかね、留学ができるかどうかっていうのは、もちろん各国の政府の方針によるものなんですけど、カナダでですね、動きが出てるみたいなので、ついでなんですけど、記事を紹介させてもらいます。カナダ、留学生の受け入れ開始を10月20日より本格化ということで、これはね、ワーホリじゃなくてね、留学生向けの情報なんですけど、新規留学生の渡航を10月20日から許可しているそうなんですね。カナダというのはですね、3月18日から留学ビザの発給を止めていたようですので、7ヶ月ぶりの再開だったということなんですね。そしてワーキングホリデービザの新規発行というのは、10月時点だとまだ停止中となっているようなので、用途によってね、留学だったら OK、ワーホリはまだ待ってくださいというようにね、行けたり行けなかったりするようなので、このあたりはパターンがいろいろあるのでややこしいなと思いますけども、気をつけていきたいなと思います。こちらの記事についてはですね、先日エリカさんというね、視聴者さんよりご質問をいただきまして、僕の方でもカナダに関してね、早く気づくことができました。そんな感じでここでは韓国から日本へ、そして日本からカナダへということで最新情報をお伝えさせていただきました。その他ですね、全世界の動きが気になる方、月2回の入国制限緩和シリーズをお勧めさせていただきたいと思います。まだの方はね、こちらの動画ぜひご覧になってみてください。こちらのシリーズのね、最新版のリンクを概要欄に貼っておきます。それでは最後の話題に参りましょう。丸さん。
日本周辺で進むアジアのトラベルバブルということで、トラベルバブル系の動きについてはですね、マキさんという方からね、こまめに情報をいただいておりまして、最近もこんなニュースに注目していますよという旨をご連絡をいただきました。香港、日本やタイともトラベルバブル協議中ということで、アジアトラベルノートの11月3日の記事になります。日本政府や僕がね、ウォッチしているフィリピン政府なんかもアジア周辺で構成されるトラベルバブルについてはね、敏感なはずですので、我々も抑えていきたい情報かと思うわけです。記事の方はこんな内容でした。香港政府は最近基本合意したシンガポール以外に10カ国と協議中ということで、観光客にも隔離なしでの総合渡航を認めるということですので、これはね、僕たちが望んでいる真のトラベルバブルだと思いますよね。香港政府の財務長官の発言で、特に日本政府とタイ政府とはより進んだ段階にあるというね、こういうコメントがあったようなんですよ。そしてシンガポールとのトラベルバブルは、とりあえずね、早ければ11月下旬にはもう開始していくということのようです。こんな感じでですね、トラベルバブル関連の情報をですね、こまめに提供いただいております、マキさん。今回もありがとうございました。僕の方はね、このマキさんという方の詳しい事情がわからないんですけども、無事にですね、韓国に渡航できるようになる日を一緒に待ちたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。あとはトラベルバブルで一つ気になるニュースがありましたので、お伝えしたいと思いますけども、なんとタイに関してですね、中国とのトラベルバブルの協議が進むということで、こういったニュースが入っています。タイ旧正月に向け中国と隔離なしのトラベルバブル協議へということで、タイのニュースメディアである TPN ネーションニュースというね、ところの11月6日の記事でした。こんな内容です。タイは低リスク国である中国とトラベルバブルについて協議している。これはタイの観光スポーツ省のピパット大臣の発言で明らかになったということです。ターゲットとしている時期は中国の旧正月ということで、2021年2月中旬頃をね、見据える模様なんですね。要するにですね、中国の渡航客をタイに入れることで観光産業の復活を試みていこうということのようなんですね。こういった感じで日本周辺でトラベルバブル構想が進んでいるわけですが、11月に入ってからね、気になることといえば、新規陽性者が増えている日本の状況ではないでしょうか。北海道のね、数が増えちゃったりね、東京も相変わらず3桁以上の日々が続いてるわけですから、心配ですよね。香港やシンガポールとかね、あとタイなんかはほぼゼロに近いところまで落ち着いてるわけでして、低リスク国として見られているようなところですよね。日本がそれらのグループに入れるのかどうかっていうのはなかなか怪しくなってきてると見ざるを得ない状況なのかもしれません。この冬の動きが勝負ということで見守ってまいりましょう。本日のアップデートは以上になります。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。